英文法はやり込むな。はいどうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。皆さん、英語を制する者は受験を制するっていう言葉聞いたことありませんか？実は英語ができるようになったら他の科目より圧倒的に点数が安定するんですね。なのでぜひ皆さんね、英語の勉強をしっかりしてほしいんですけど、多くの方はそれ聞いてまず英文法の勉強に飛びつきがちなんですね。多分英文法の勉強ってザ勉強みたいな感じで勉強してる気になりやすいんですよ。英文法を勉強して安心しちゃうんですよね。確かに英文法は超重要ではあるんですけど、一つ言えることはね、英文法はやり込むな。ということで今回は多くの方が勘違いしている英文法の勉強法の3か条について解説していきます。絶対に英語の成績が伸びる英文法の勉強法1つ目。まずは目的を把握すること。そもそも英文法っていうのはあくまで道具なんですよ。英文解釈だったり英作文だったりを正確に理解して運用するためのツールに過ぎないんですね。もちろん英文法は重要ですよ。英文法をしっかりと押さえてないと全然違う意味で英文の意味を取ってしまったりしちゃうんで。でも例えばね、文法書の隅っこに書いてある細かな文法知識とかはまずね、文章中に出てこないし、絶対言えることとして細かい文法知識が合否を分けることっていうのはありえなくて、英文解釈とかね、もっと他にやることがあるということです。だからこそ英文法は必要で最小限な勉強を目指しましょう。じゃあ何がその最低限の勉強なのかっていうと、僕が教えるね、徹底基礎講座英文解釈編のパート1で体系的にギュッと学習することができるんですけど、ざっくり文型や品詞とか説についてとか関係代名詞の使い方とかいろんな重要表現とかそのあたりを押さえていけば問題ありません。英文法はあくまで英文解釈や英作文のための道具なんだということを肝に銘じておきましょう。続いて英文法の勉強法2か条目は徹底的に理解すること。皆さん英文法の勉強の過程で問題集を解いていくことかと思います。文法書を何週も読み込んだとしても本当に分かっているかどうかは問題を解かないと分からないですからね。で、その時注意してほしいのが答えを丸覚えしないでください。英文法の問題集を解いていくことの目的って英文法の問題を解けるようにしていくというよりかは、自分の英文法に対する理解が甘いところを浮き彫りにしていくことにあるんですね。なので英文法の問題を解きながら文法書を辞書的に活用して理解を深めていく。この手順で英文法を理解していくということを意識しておきましょう。問題集を何週も何週も回そうと思わないでくださいね。なるべく少ない回数で理解することをゴールにしてください。ちなみに理解するときに重要だけど見落としがちなこととして、しっかりと勉強時間を確保しようということがあるんですね。これは英文法の勉強に限らず必要なんですけど、深い理解をするためには全体像を把握して体系的に学んでいくことが必要なんですが、これはある程度まとまった時間をとってガッと勉強を進めていく必要があるんですね。例えば1日1ページずつコツコツ進めていこうみたいに学習していっても、全体として要はこういうことっていうのは見づらいですよね。勉強すると決めたら腰を据えてガッと短期間で詰め込んでしまいましょう。とにかく丸覚えではなく理解することが重要なわけです。ただし最低限の暗唱用例文を覚えて使える形で文法を体に落とし込んでいくことは有効なので、ぜひそちらを試してみてください。それでは最後の学習のポイントは実践の中で学んでいくこと。英文法はあくまで英文解釈や英作文のための道具に過ぎないわけですが、その道具は使っていくうちにどんどん理解が深まっていくというわけです。例えば数学でも公式を覚えたらそれで終わりっていうことはありえなくて、その公式を実際に問題を通して使っていく中で理解が深まっていくわけですよね。文章を読むのに必要最小限の文法を押さえたら英文解釈の勉強をしていくことで英文法の理解が格段に深まりますし、例えば文章を読む中で今まで知らなかったね、英文法の知識が出た時に初めて文法書を辞書のように活用して、その文法知識を後から入れていくので十分です。このように入れていった知識っていうのは実際に文章中に出てきた文法なので、本当に出てくるかわからないなーって思いながら文法書を読んでね、学習していく時より断然記憶にもしっかり定着しやすくなるというわけです。何を隠そう、僕が担当する徹底基礎講座英文解釈編はパート1で英文解釈のために必要な英文法を総ざらいしていきます。しかもその文法
法は文法書の切り口ではなく、英文解釈において重要な別の切り口で確認していくので、文法を一度学んだ方でも必ず学びのある内容になっています。そしてパート2で、パート1で学んだ文法を前提として徹底的に演習を積んでいくんですね。その過程で学習してきた英文法を磨いたり、少々細かい英文法の知識を付け加えたりしていきます。しかも当然英文を読むスピード、正確性も跳ね上がるので、結果として英語の点数も跳ね上がるんです。ぜひ一度サンプル動画だけでもいいので、概要欄の方からチェックしてみてください。ということで今回、みんなが勘違いしやすい英文法の勉強法3か条について解説してきました。まずは目的を把握すること、そして徹底的に理解すること、そして実践の中で学んでいくこと、文法オタクにならずにしっかりと点数が取れる盤石な英語力を身につけていきましょう。徹底基礎講座を受講される方は一緒に合格まで頑張っていきましょうね。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。